こんにちは、つんです。絶賛無印良品週間中ですね。ということで今回は最近買って満足度が高かった無印の美味しいものを全部で5点ご紹介します。動画の最後には食品ではないんですけど、無印じゃなくてもよかったかもというアイテムも正直にお伝えするので、ぜひ最後まで見ていただけたら嬉しいです。はい、まずはこちら。素材を生かしただしパック、あごとかつお。我が家は10年以上、茅野屋のだしパックを愛用しているんですけど、近くに店舗がないので、うっかり切らしてしまった時に、オンラインで注文してから届くまで困ることがありました。ちなみに、野菜だしで作る味噌汁が好きです。そんな時に、ふと無印で見かけて、口コミも良かったので試しに買ってみました。10パック入りで590円です。原材料は無印らしくすごくシンプルで、鰹節と焼きあごのみ。余計なものが入ってないのはもちろん、食塩も入っていないので、塩分を控えたい方にも使いやすいんじゃないかと思います。使い方は普通のだしパックと同じで、これは 400ml のお湯を沸かして1パックをポンと入れるだけ。弱火で5分煮出せば OK です。上品な味で茶碗蒸しやお吸い物におすすめということなんですけど、味噌汁はもちろんだし巻き卵やおでん、煮物や鍋物などに幅広く使えます。魚の骨が残っていることがあるので、パックは破らずにお使いくださいと記載がありましたが、口コミを見ると自己責任で中身を出して使っている方も多いみたいです。昆布が入っていないので、いつも茅野屋を使っている私的にはちょっと物足りないかなっていう気もしたんですけど、体質的に昆布 NG な方も安心して使えますよね。何より余計なものが入っていないのが嬉しいです。鰹節と焼きあごの自然な旨味で癖がなくてすっきりとした味わいのお出汁でした。無印のだしパックは他に鰹と昆布、ソーダガツオと鰹昆布のだしパックもあるので、機会があったら比べてみたいなと思いました。組み合わせて使っても良さそうですよね。はい、お次はカットトマト缶です。無印らしいシンプルな缶の見た目に惹かれて試しに買ってみたんですけど、これが思っていた以上に美味しかったです。皮を剥いたイタリア産トマトのジュース漬けで 400g 入り160円。数年前は99円だったみたいなんですけど、最近は何でも高くなるので致し方ないですね。はい、ということで無印のカットトマトを使ってナスと前日残ったハンバーグをリメイクしてトマトソースのパスタを作ってみることにしました。で、トマト缶って酸味が強いなと感じることはないですか？お手頃価格のトマト缶は保存のためにだいたいクエン酸が入ってるんですよね。もうちょっとまろやかにならないかなと煮込み時間を長くしたり砂糖を入れてみたり、尖った酸味を和らげるのに結構苦労することがありました。でもこの無印のトマト缶の原材料はトマトとトマトジュースのみ。クエン酸が入っていないんです。だからそのままでも酸味がまろやか。今回のトマトソースパスタも他のトマト缶を使った時に比べると尖った酸味がなくて食べやすかったです。トマトそのものの味が生きていて、どんな料理にも使いやすそうだなと思いました。私は今までトマト缶の酸味が苦手で積極的に使ってこなかったんですけど、これならチキンのトマト煮やロールキャベツなどなどトマト缶を使ったレシピにいろいろとトライしたくなりました。無印に行ったらストックしておく定番になりそうです。はい、お次は発酵ぬか床 1kg890 円です。発売当初から SNS でも話題になった人気商品。ご存知の方も多いと思うので今更感あるんですけど、ずーっと気になりながらも酸っぱいっていう口コミが多かったので長いこと買うのを迷っていました。ぬか床を一から作るっていうのは私にはハードルが高すぎるんですが、無印の発酵ぬか床はそんなハードルをぐっと下げてくれたアイテム。すでに発酵まで済んでいるので好きな野菜を入れるだけでぬか漬けが楽しめます。
開けた瞬間、ぬかの香りがふわっと漂いました。はい、まずはよくかき混ぜます。手袋をしようかなと悩んだんですけど、ビニール手袋は匂いが移りやすいので避けた方がいいんだそうです。すでに抵抗がある方は、ぬか床専用の手袋やスプーンを使うのもおすすめです。はい、混ぜ終わったら、まずはベーシックにきゅうりと大根と人参をつけてみました。漬け時間の目安はパッケージの裏に記載されていて、きゅうりで12時間、大根は18時間ほどだそうです。これはあくまで目安なので、浸かり具合はお好みで調整してください。はい、では空気を抜いてチャックを閉めたら準備は完了。あとは冷蔵庫に入れて待つだけです。18時間後に取り出しました。きゅうりはしっかり使っています。大根もやや浅めだけどいい感じ。人参はまだ硬かったんですけど、待ちきれなくて1本だけ出しちゃいました。で、水で洗って拭いてカットします。早速きゅうりを味見しました。一切れ目は確かに酸っぱいって思ったんですけど、酸味が苦手な私でも全然いける範囲でした。夕食時には味も馴染んだのか、一口目ほど酸味も感じなくて美味しくいただきました。人参は2日ぐらい漬けても良さそうでしたね。食べきれない分は冷蔵庫に保存して2、3日で食べきります。忙しくて夕食を作る気力がなかった日、おかずがなくてもなんとかなるおにぎりにして、あとはぬか漬けと具沢山味噌汁とパックから出しただけの冷ややっこにしたんですが、これでいい。これがいいって感じで満足度が高かったんですよね。市販のぬか漬けももちろん美味しいんですけど、自分で漬けたぬか漬けは気分が違いました。お手入れを続ければこの先も長く使えるので、市販のぬか漬けを買うより家計に優しいし、もっと早く買えばよかったなと思いました。きっと以前から似たような商品はあったんでしょうけど、無印が発売してくれたおかげで知るきっかけになったし、他のぬか床キットも試してみたくなりました。私のように気になりつつ二の足を踏んでる方がいらしたら、騙されたと思ってぜひ一度トライしてみてほしいです。はい、お次はこちら。カフェインレスカフェオレベース無糖 500ml 入りで590円です。無印良品の新商品展示会で見てから発売されたら絶対買おうと思っていた商品。牛乳で割るカフェオレのベースです。私はカフェインが NG なので普段からいろんなカフェインレスコーヒーを試しているんですけど、もうこれを飲んだ時はあまりに美味しくてびっくりしました。カフェインが入っていないとは思えない深いコクのある味わいです。スタバのデカフェも好きなんですけど、遜色ないぐらいお店の味だなと思いました。ホンジュラス産のコーヒー豆を使用していて、有機 100% なのも嬉しいポイントです。希釈タイプで濃いめに作られているので、アイスクリームにかけてアフォガードにしたり、凍らせて氷コーヒーにしたり、アレンジもいろいろと楽しめます。コーヒーゼリーにしても良さそうですよね。で、無印のサイトにコーヒーパンケーキのレシピが載っていたので作ってみることにしました。使うのは無印の自分で作る米粉のパンケーキ250円。国産米粉を使用したパンケーキミックスです。卵1個と牛乳が 80ml、そしてカフェオレベース 40ml をぐるぐると混ぜて、そこにパンケーキミックス1袋を入れて、乾燥剤が入ってました。皆さんもお気をつけください。で、粉っぽさがなくなるまで混ぜたら生地は完成。小麦粉のホットケーキは混ぜすぎない方が膨らむんですけど、米粉のパンケーキはあんまり作ったことがなくて、加減がわからず割としっかりと混ぜちゃいました。で、フライパンを温めてから生地を流し入れます。米粉だからか結構生地はもったりしていましたね。弱火にして表面にプツプツと気泡が出てきたらひっくり返して2分ほど焼きました。
1袋で3枚とちょっと焼くことができました。思っていたよりもよく膨らみました。これなら多分誰でもコツなしで綺麗に焼けそうです。まずは何もつけずにいただきます。ナイフを入れた感覚的にはふわもちでした。で、断面はこんな感じ。米粉だからもっともちもち感が強いかなと思っていたんですけど、想像していたよりもふわっとした食感でした。ほんのりコーヒー風味で美味しいです。甘さは控えめでトッピングのアレンジもしやすそうだなと思いました。で、練乳で食べるのがおすすめらしいんですけど、あいにくなかったのでメープルシロップをかけました。弾力がすごいです。伝わりますかね。思ってたよりも軽めの食感だなと思ってたんですけど、食べ終わってみれば小麦粉のパンケーキよりもお腹いっぱいになりました。そんな無印のカフェオレベースはやはり人気のようで、2回目に買いに行ったらまさかの欠品。その後はしばらく買えなくて再入荷したと思ったら100円値上げしていました。それでも美味しいので見つけたら速攻カゴに入れています。もちろんカフェイン入りの方もあります。気になる方はぜひ試してみてください。はい、最後は置くだけダニ取りシート3枚入りで1290円です。ダニと共存していることは分かっていながら、この手の商品は買ったことがなかったんですが、1週間1シートで約44万匹のダニを確保。そんなにいるのかと驚愕。使った方がいいのかなと思って買ってみました。殺虫成分不使用で子供やペットにも安心です。取り替え目安はおよそ3ヶ月ということで、付属のシールに取り替え日を書いて、シートにペタッと貼ってから、カーペットとベッドのシーツの下に置きました。ダニは目に見えないので、ぶっちゃけ効果を実感するのは難しいですよね。で、これはアース製薬さんの商品で、ネットで調べたら中身はおそらく同じと思われる商品がドラッグストアなどでも販売されていました。そしてネットやドラッグストアの方が安かった。私個人的な見解なので全く同じではない可能性もあるんですけど、これは無印じゃなくてもよかったかなと思いました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、いいねやチャンネル登録、ハイプをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。